こんにちは、旅家です。今回は DJI さんからパワーエコシステムをご提供いただきました。 1000Wh のポータブル電源、 2000Wh の拡張バッテリー、ソーラーパネル、スマホと連携できるドングルです。接続することでスマホでさまざまな設定ができます。そして今回の目玉、 1.8kW ソーラー車内超急速充電器です。今回の製品を接続することで車から走行充電を得られます。そしてソーラーパネルからも充電が可能になっています。ポータブル電源としては後発ですが、 DJI の製品かなり優れていると思います。なんといっても角張ったこのフォルム、そして背の低い設計、車中泊のことをよく考えられた機材だと思います。インターフェースもすべて前面に設置されているので、これも便利。早速走行充電をセッティングしていきました。今回の製品はソーラーと走行充電をハイブリッドさせるようなオルタネーター。走行充電からは 600W 程度しか発電されません。ですが意外にこれメリットがあると思っています。大きな電力を走行充電で発生させようとすると、それだけ車の負担は大きいです。それにコードの太さもどんどん太くなっていきます。取り回しが良くなるのもメリットだと思います。そうこう言っているうちに接続が完了しました。これら走行充電などを接続する際はファームウェアのアップデートが必要になります。そこが少し難しいだけで、あとはとっても簡単な接続でした。配置をいろいろ考えた結果、このシンデレラフィット、気持ちがいいですね。角張ったデザインだからこんな設置ができると思います。ソーラー発電試してみたかったのですが、今回の車中泊ではお預けでした。ベッドを戻すとこの隙間、シンデレラフィットです。気持ちがいい。早速車中泊に出かけました。高速道路を走っていると 586W、 ほぼほぼフルスペックで発電してくれています。到着する頃には満充電になっていました。今回も岐阜県の白川郷平瀬温泉キャンプ場にお邪魔します。今夜は大雪傾向、どんな夜になるでしょうか。
せっかくパワーシステムが入ったので、今日はオール電化で車中泊を楽しみます。仮設置でコンセントを接続しておきました。今日の一泊、このコンセントで全てを賄います。こちらのキャンプ場の貸切温泉にお邪魔します。ここですね。とってもいい雰囲気。露天風呂もあって最高でした。最近軽トラをよくいじっていて DIY 魂がうずいています。ハイエースの方も少し変わった車中泊を今日はしてみたいと思います。スーパーでもらってきた段ボール、これを置いてそう、こたつにしていきます。広い車内がありながらこの狭い空間に入っちゃう。冒険魂ってそういうことですよね。そして電気ヒーターも買ってきました。300W と 600W が選べるものになっています。使用電力、ドングルのおかげでスマホで確認が可能です。見てください。この秘密基地感、こたつ感、最高ですよね。
冷気が心地いい。電気ヒーターかなりいい仕事をしてくれてます。さて、夕飯を作りましょう。まずはお米を炊いていきます。もちろん DJI の電気を使います。こんないいところに引き出しテーブルが。現在600ワット使用中。おかずはサーモンのレモン和えです。IH を使うことで一気に1000ワットまで上昇。雪が降ってきてさらにいい雰囲気。早速乾杯しちゃいましょうか。今宵の旅に乾杯。おいしい。飲みながら夕飯ができるのを待ちましょう。
ご飯が炊けるまでちょっとつまんじゃいましょう。これとっても美味しい。こりゃたまりませんな。ご飯が炊き上がりました。最高です。こたつの中に電気毛布を仕込みました。雪、かなり強いです。風もあって吹きつけてきます。やばい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 。かなり雪吹き込んできます。たまらずバックドア閉めます。さすが豪雪地帯。油断するとすごい勢いで雪が降ってきます。洗い物をしていきます。あ、水が出ない。そうだ、タンクに水入れ忘れてました。こりゃ汲みに行くしかないか。動いていますが、タンクを持って水道まで行きましょう。
重い。ようやく到着。水が出ました。就寝モードに戻していきます。なんだかとっても楽しかったな。秘密基地モードと名付けましょう。では、おやすみなさい。冷えます。そしてやっぱり雪へばりついてますね。うわ、一面真っ白。ハイエースもしっかり雪化粧しています。一旦雪かきをしていきます。ちょっとの間に雪まみれになりました。着替えましょう。
かりほどいています。朝食を作っていきます。朝はイングリッシュマフィンのサンドを作っていきます。もちろん DJI からの延長コードで電力をもらいます。焼けたチーズをパンに塗りつけます。あとはサンドしていくだけです。美味しそうなマフィンサンドの完成です。では、いただきます。美味しい。いいですね。美味しかった。ごちそうさまでした。片付けをしていきましょう。よし、出発前の雪かきです。
回導入したパワーエコシステム、キャンピングカーの構造を変更することなく導入できました。バッテリーの大容量化をお考えの方やリチウム化をお考えの方、新たな選択肢としてこの DJI パワーシステムもありだと思います。特別な知識がなくても導入が可能です。車のスペースが限られている方にもこのセットはおすすめです。このキャンピングカーも合計600アンペア程度の大電力を手に入れました。製品が気になった方はぜひ概要欄のリンクをご覧ください。というわけで本日のお話はここまで。また次の旅でお会いしましょう。では。